日銀が 0.25 から 5% に金利を上げる発表がありましたが、為替は一旦円高になりましたが、また元に戻ってしまいました。もう円安は止まらないでしょうか。いやー、これがね、僕あんまり今ニュースになってないのが、僕の感覚がずれてるのかちょっと分かんなくて、僕としては結構やばいことになってるなという感覚なんですよ。で、なぜやばいことになってるなという感覚かというと、前回金利を上げた時に、日本円は金利が上がるから日本円は価値がある、もちろん日本の株も買いたいし、じゃあ日本の不動産も買いたいから、よし日本円を買おうっていうので結構円高になったんですよ。なので、じゃあ日本というのは円を上げる余地もあるし、円にはそれなりに価値があるから、で実際じゃあ前だったらほっといたら全然お金なかったけど 0.25% だから入れといた方がいいよねっていうので買われるとかあったんですけど、今回全然円高になってないんですよ。 0.25 から 0.5% ってたった 0.25% でも一応利率としては倍になってるんですよ。で、倍になっても円高にならないということは、じゃあ日本円に価値があると思ってらっしゃる方全然いないのということで、次にじゃあ 0.25% 上げたとして 0.75% になったとして円高にならなかったと。で、そうすると多分 1% にしないと円高にならないんですよ。で、1% にした時に日本中の金利が 1% 上がります。住宅金利も 1% 上がります。借金している人も 1% 上がります。なので今まで住宅ローンを変動でやってた人は1% 分上がるんですよ。返さなきゃいけない額が。っていうので、それで円安が止まればいいんですけど、それで止まんなかった時に、もう日本円って円安を止める手段が、じゃあ今度は日本円を 2% にするとか 3% にするとかっていう可能性が出ちゃうんですよ。今多分 2%、3% にすると書類上日銀は倒産します。国債めちゃくちゃ吸っていて、国債は基本的にはもうの利子ほとんどないからいっぱい吸ってもいいんですけど、これが 3% つけて返さなきゃいけなくなると倒産します。だからあれ大丈夫っていうのだから僕は今思っているのですよ。 0.25% 上げたにもかかわらずなんか別にならないんだったら、もう利上げというカードが使えなくなるんですよ。で、利上げというカードが効かなくなったとしたら円安を止められないんですよね。円安止められないとなると、多分もう円安160円コースになっちゃう可能性があるんですよ。で、円安160円になるときって結構な安さで言ったんですけど、なんで結構な安さで円安160円になったかっていうと、日本人が円安になるよねってみんな信じてたから、バンバンドル買ったんですよ。157円になりました。158円になりました。どんどん円安になるよねってどんどんドル買うんですよ。多分今回って、もう日銀が多少利率上げても円安止まらんよねって分かってるから、かなり動き出す速度速いと思ってるんですよ。今その156円とかでちょこちょこ争ってる段階なんですよね。利率も上げたばっかりだからどうなるか分からないよねっていうのもあって、これが下がり始めた時に一気になるんじゃないかなと思ってて、実は結構やばいことが起きてるんじゃないかなという風なのが僕の印象なんですけど、それがなんか逆に言うと、その利率を上げたにもかかわらず為替がそんなに動いてないから、あまり何も起きてないように見えるんですよ。このあまり何も起きてないということがまずいよねっていうのが僕の主張なんですよ。これで153円とかにドーンって上がって円高になりましたって言ったら、まだいけるよねみたいな、やっぱ円買いたい人いたよねみたいなので分かるんですけど、全然円買いたい人いないんですかみたいなのが、なので結構ね微妙なんですよ。とはいえアメリカがいいかっていうと、アメリカも分かんないんですよ。トランプ大統領だからね、何が起こるか分かんないんですよ。アメリカもね、多分ね、株のリセッションが起こるんじゃないかというふうに僕は思ってるので、なのでね、今どこが安全という感じでもないのですよ。どれがいいかというと一概にもそうも言えないので、なのでね、なかなか難しい状況じゃないかなと思ってます。円安はいつ終わると思いますか？そのせいで留学する日本人が減ってるようです。早く解消してほしいです。終わらせ方としては一つの方法があって、めちゃくちゃ利子上がるっていうパターンがあります。結局、日本の利息利回りが 4%、5% になりましたって言って、マンションで変動金利でお金借りてた人が、みんなバタバタとマンションを手放すことになり、で銀行からお金を借りてた人たちっていうのが、銀行に借金返せないっていうので、バタバタと倒産するというのを許容するのであれば、割と円安が終わることは可能です。ただ、そこまでして、果たして円安を対峙するデメリットを得る必要があるのかっていうところで、結局そこまでのデメリットを負うというところに、社会として果たして本当にメリットがあるのかっていうところだと思うんですよね。日銀の人も今めちゃめちゃ困ってると思うんですよね。
金利を上げないと円はどんどん安くなってしまうっていうので、長期金利をちょっとずつ上げてるんですけど、でも長期金利をちょっとずつ上げちゃうと、じゃあそこら辺の利子だったりとか、日本国債の利回りとかも上がってしまうので、結果として日銀損してしまうよね、みたいなのもあって、健全な国にするのであれば、やっぱりそれなりに利子率高くしなきゃいけないのに、その利子率を高くするということが、やってしまうと、日本経済がもっと悪くなってしまうっていうのがあるので、とはいえでもインフレ 2% しなきゃいけないよね、とかもあったりするので、結構積んでるよね。なので日銀総裁大変だよね、っていうふうに割と僕、同情的な感じで見てます。結局、その、金融政策で円安円高とかでなんとかなるというレベルではもうなくて、例えばじゃあ iPhone という携帯電話欲しいですって、今最新の機種だと20万円ぐらいすると思うんですけど、じゃあ iPhone を買いたいと思ってる日本人の人って、それが20万円でも25万円でも買いたいんですよ。欲しいから。っていう商品が作れれば、別にそれは世界中の人が欲しがるよね。買ってくれるよね。だから景気がいいよねっていうのは可能なんですよ。でもじゃあ iPhone で使われるアプリとか、Android で使われるアプリとかって、アプリを使ってる会社にお金を払ってる気に皆さんなってますけど、3割は Android を作ってる Google だったり、iPhone を作ってる Apple だったりに落ちるっていう計算なんですよ。例えばスパチャを僕に今100円しましたっていう人がいたとして、で、100円のうち iPhone でやると 30% はまず Apple に行きます。で、その後 Google にだいたい 20% から 30% ぐらい取られると言われていて、なので100円のうち30円が Apple、で、30円が Google。多分残りの30円か40円ぐらいが僕のところに来るっていう構造だったりするんですよ。100円のスパチャをして日本人である西村博之に100円を払ったという風な気になってると思うんですけど、実は半分以上はアメリカの会社に落ちてるんですよ。っていうぐらい、実はそのアメリカの会社ってめちゃめちゃ儲かってるんですよ。で、じゃあ、スパチャをやめようってならないじゃないですか、したい人は。しない人は差し替えしないと思うんですけど、スパチャをする。それで Apple とか Google とかにお金取られても気にしないって、このパーセンテージが多分 35% になったとか 40% になったとしても、多分気にせずスパチャすると思うんですよ。っていうのが魅力的な商品ということなんですよ。でも日本の場合は魅力的な商品が作れなくて、じゃあ円安でなぜ物が売れるかっていうと、外国人から見たら割安に見えるから買われる。安いから買われるというだけで、商品が魅力的だから買うではないんですよね。なので、早めに魅力的な商品を日本が作って外国に売るというのをやらない限りは、この状態はずっと続いちゃうんですよね。で、日本の場合は石油を外国から買わないと成立しないので、日本国内の内需だけで日本は暮らせるんだ、外国のものを知れなくてもいいんだみたいなことを言い出す人いるんですけど、じゃあ、石油使わないで暮らしていただけますかっていう話なんですよね。円安になる構造というのはあんまり変わってないので、これ結構僕昔から言ってたんですけど、多分15年前ぐらいから言ってると思うんですけど、日本が円安を止めるためには、日本の産業で作られるものを世界中の人が買うという状況にしない限りは、基本変わらないんですよ。出飲みみたいなことをして、1万円を0を2つ切って100円にしますみたいなやれば、それは見かけ上は円高になるかもしれないですけど、構造上日本円の価値が下がり続けるというのは、今のところ止まる根拠がないんですよね。アメリカがもっと悪くなるとか、ヨーロッパがもっと悪くなるとか、中国がもっと悪くなるとか、相対的なものによって日本が浮上する可能性もあるんですけど、残念ながら他の国は結構なんとか経済を立て直す力があるんですけど、僕が日本を見てる限り、日本は経済を立て直す力がないんですよね。これはなんでないのかっていうと、うまくいってない産業を潰して、うまくいっている産業を育てるというのを長期的にはやらなきゃいけないんですよ。すごく普通の話ですよね、僕がしてるのって。例えばじゃあ、もうみんな馬車とか買わないから、バグとか作ってもしょうがないよね。馬の蔵とか作ってもしょうがないよね。じゃあもう馬の蔵とか作るのやめて、代わりにカバン作ろうぜ。これが産業が変わっていくことによって、廃れていく産業は廃れていく。で、うまくいく産業に変化していくっていうのをやるんですけど、日本って未だに廃れていく産業を廃れさせないっていうのをやろうとするんですよね。ハンコ連盟みたいなのもありますけど、もうみんなハンコ使わない方がいいよねってなっても、なんとかしてハンコを残しましょうみたいなことやったりするんですよ。会社が潰れるとかわいそうでしょ。だからかわいそうな人を作るの良くないよねというので、潰れるべき会社を残し続けるっていうのを割と日本全体やるんですよ。この構造っていうのは未だに変わってないので、例えばじゃあ大企業が東芝という会社が SD カードとかメモリーとかでめちゃめちゃうまくいきましたと。フラッシュメモリーとかでうまくいきましたと。ところがどっこい、原発部門とかの首が切れなかったりするんですよ。原発を切ったらメモリーの会社としてうまくいくんだけど、原発の人たちの首が切れないから、結果としてメモリー部門を売っ払って東芝が残るみたいな。アメリカとかだとイラン部門をどんどん切り捨てて儲かるところだけ残すんですけど、日本の場合って儲かる部門を売っ払って儲からないところだけ残されるっていうのをやるんですよね。
っていうのが、その考え方おかしくねっていうふうに言ってる人が少数派で、これが当たり前だと日本人思ってるし、それでいいと思ってるんですよ。エクアドルとブラジルが確かウーバーに規制してるんだけど、それでもウーバーやる人いるんですけど、日本ってウーバーいないんですよね。民間の人で勝手にその自分の車を乗ってお客さんを乗せるっていう。じゃあそれ安いし便利じゃん。で、普通の人とかでも稼げるようになるからいいじゃんっていうのが、タクシー業界っていうのがそれなりに大きくて、タクシー業界議連みたいなのがあったりするので、じゃあウーバー使えなくしようぜっていうので、それがやっぱり当たり前になっちゃうんですよね、日本の場合って。タクシー業界も地域によってはタクシー全然足りないよねっていうところもあったりするんですけど、でもそこも、うち車余ってるからそれ使おうかっていうのは違法になっちゃうんですよ。でも他の国だと、じゃあ余ってる車で金稼いで、観光客の人がもうすぐタクシー来るし、タクシーでも安くなるし、便利だよね、この国ってなんですけど、日本の場合はなんかタクシーの台数が限られていて、めちゃめちゃタクシー呼んでも来ねえし、クレジットカードも使えないのが当たり前みたいなのが、それがおかしいよねっていうふうにならなくて、そういうもんだよねっていうのを受け入れるっていうのがあるので、新しい変化というのがどんどん遅れていくんですよね。多分5年ぐらいしたら、ウーバーもそれなりに使われるようになると思うんですけど、その時はまた別の何かが他の国で流行っていて、それがまた日本では規制されていてっていう、ひたすらこう、いたちごっこの後半戦の後ろの方だけをずっと追っていく。なので、なかなか日本が今後上がるというのは構造上厳しいんじゃないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。